皆さんこんにちは。マリサです。レイムです。今回は前回好評だったチートラマン特集をお届けするぜ。正直チートラマン選出候補多すぎるから全然収まりきってなかったものね。そうなんだぜ。ぶっ壊れ性能なウルトラ戦士はたくさんいるからな。紹介したくてうずうずしてたぜ。今回の動画ではさらに5体のチートラマンを紹介していくぜ。ワクワクするわね。早速紹介始めましょう。特撮が大好きなんだよチャンネル。まずはウルトラマン太郎を紹介するぜ。ウルトラマン太郎にてデビューした主役ウルトラマンだ。ウルトラの父とウルトラの母の息子で、ウルトラ兄弟の6番目の戦士だぜ。今更だけどウルトラ兄弟って本当の兄弟じゃないのよね。ああ、血縁関係の兄弟じゃなくて、光の国の宇宙警備隊の中でも地球防衛に当たった精鋭のウルトラマンのことらしいな。そんな感じの曖昧定義なのね。なんていうか杯を交わした義兄弟とでも言うか。そんな矢のつく方々みたいな言い方しないの。本題の太郎のチートっぷりについて教えてちょうだい。チートと言われるゆえんはいろいろあるんだが、まずウルトラマン太郎は、通常時でもウルトラ兄弟最強の身体能力の持ち主とされているんだぜ。飛行能力は初代ウルトラマンがマッハ5なのに対し太郎はマッハ20もの速度で飛行が可能なんだ。4倍の速度。初代ウルトラマンの面目潰していくわね。攻撃パワーも凄まじく、太郎のアトミックパンチは原子爆弾に匹敵するとか、このパンチで2代目メフィラス星人の腹を貫いたり、チョップでリンドンの首をぶっ飛ばしたり、キックでミエゴンを倒したりなど単純に肉弾戦めちゃ強いぜ。かなり肉体派のウルトラ戦士なのね。それが光線技もめちゃくちゃ強いんだよな。太郎の必殺技にストリウム光線っていくのがあるんだけど、その強さはエースのメタリウム光線の2倍、メビウスのメディウムシュートの数倍の威力と言われてるぜ。この技、ストリウム光線と叫んで放つのがまたいいのよね。あとチャージ中7色に光るのもかっこいいよな。ちなみに強化版のネオストリウム光線ってのもあるんだぜ。あと太郎のチート級な能力といえば、再生能力だな。太郎はウルトラ心臓が無傷なら、たとえ体が木っ端みじんになっても再生することができるんだぜ。少年漫画の敵キャラにありがちなチート設定ね。この能力があるから可能なのが、太郎最大の破壊力を誇る必殺技ウルトラダイナマイトだぜ。この技、自らの体を爆弾にして相手に突っ込むいわゆる自爆技だぜ。ポケモンでいうところの大爆発的感じね。ヒーローが自らバラバラになっちゃうってすごいわね。この技凄まじい威力なんだが、1回使うと寿命が20年縮まるらしいな。復活できるけど、ダメージはあるのね。よほどの局面でないと使いたくないわね。そんな太郎はウルトラ5兄弟が連戦で叶わずエースさえボコボコにされたタイラントを圧倒したり、ウルトラマンベリアルとも1対1で互角の戦いを繰り広げたり、銀河を倒したダークルギエルを肉弾戦のみで圧倒したり、ポテンシャル高いんだよな。具体例聞くとめちゃくちゃ強いわね。さすがウルトラの父の息子ね。と、この時点でまあ強いんだがウルトラマン太郎は、さらにウルトラ6兄弟が太郎を中心に合体することで、スーパーウルトラマン太郎になることができるんだぜ。ただでさえ強かったのに6兄弟みんな合体できちゃったらそりゃチートね。このスーパーウルトラマン太郎は、コスモミラクル光線という必殺技が使えるんだが、公式から宇宙最強の光線と呼ばれているんだぜ。ちなみにポーズが独特で脇から光線が放たれるように見えるぜ。宇宙最強の光線技は脇から放たれる。このコスモミラクル光線で、宇宙すべてを滅ぼす力でしか倒せないとされたグランドキングを倒してしまったんだぜ。つまりスーパー太郎はその気になれば宇宙を破滅させられるってこと？まあそういうことになるな。この光線技は複数回登場しているが一度も破られてないんだぜ。使ったらほぼ確実に勝てちゃうチート技ね。次に紹介するチートラマンはグリッターテガ。ウルトラマンテガ最終回にて初登場。ウルトラマンテガの最強形態だぜ。見た目は金ピカで派手派手ね。ご利益ありそう。見た目のインパクトすごいよな。ウルトラマンテガの最終回でガタノゾアとの戦いで石化してしまったテガの元に、世界中の子供たちの光が集まってグリッターテガとして蘇ったんだ。
人々のパワーが集まるってドラゴンボールの元気玉みたいね。こういう皆の力で世界を救う的な展開は胸熱だよな。自我のあらゆるスペックが超強化されていて、パンチやキックに強力な光のビームをまとわせて放つんだぜ。そしてゼペリオン光線が強化されたグリッターゼペリオン光線や、威力が強化されたタイマーフラッシュスペシャルなどの必殺技を使うことで、超古代文明を滅ぼした邪神型のゾアを圧倒し、さらに地球を覆う闇もろとも消し去ったんだぜ。グリッター怪我になることで元の怪我よりめちゃくちゃパワーアップしてるのね。ああ、そしてそのチートっぷりがより露見したのが、劇場版ウルトラマンギガザファイナルオデッセイでの活躍なんだぜ。劇場版に登場したグリッター怪我は、光の巨人の石像の光が集まったもので、テレビ版よりさらに強大な力を得たんだぜ。古のウルトラ戦士たちのパワーが結集したわけね。さすが劇場版って感じね。段違いにパワーアップしたことで、スピーディかつパワフルな戦いができるんだぜ。そしてさらに、このグリッター怪我は全身を覆うグリタリングシールドという防御技が使えるんだが、このシールドは敵のあらゆる攻撃を跳ね返すことができて、設定上ウルトラシリーズの全ての攻撃が通用しないんだぜ。何そのチート。絶対負けないじゃない。それで、劇場版ではどんな戦いを繰り広げたの？ガタノゾアの怨念と闇の巨人カミーラが融合したデモンゾアという敵との戦いを繰り広げるぜ。自我のゼペリオン光線も全く通用せず倒されてしまうんだが、グリッター怪我として復活して戦うぜ。そして触手で体内に取り込まれるも内側からゼラデスビームを放ち、一撃でデモンゾアを粉砕するんだぜ。内側から捨て身の攻撃。迫力あるわね。ちなみにこのグリッター怪我の身長は120メートルで、元の怪我の53センチから倍以上に巨大化してるんだぜ。でか。キノコ取ったマリオ的なパワーアップ。この演出、デモンゾアの着ぐるみを大きいのと小さいの2つ用意して撮影することで表現してるんだぜ。実際は怪我のサイズじゃなくて敵がサイズチェンジしてたのね。続いて紹介するチートラマンはウルトラマンマックス。テレビシリーズウルトラマンマックスの主役ヒーローだな。マックスといえばキャッチコピーが最強最速だったかしら。その通り。基本スペックがめちゃくちゃ高いウルトラ戦士なんだよな。スピードやパワーはウルトラ戦士の中でも圧倒的なんだぜ。キャッチコピーはだけじゃないのね。だけど、マックスは敵もめちゃくちゃチート級の奴らが多くて苦戦することもあるんだよな。最強×最強の戦いを繰り広げてるのね。苦労人だな。このウルトラマンマックスの特徴は平成ウルトラマンでは共通だったタイプチェンジをせずに最後まで戦うところだな。つまり、タイプチェンジなしでも強敵と戦える基本スペックが備わってるということよね。そういうこと。42000トンの相手を大気圏外まで投げ飛ばしたり、バルタン星人との戦いでは一時的に300メートルまで巨大化したり、空を覆い尽くすほどのバルタン星人と同数に無数に分身して戦ったり、コメットダッシュといって残像を残すほどの超高速での移動もできたり爆発力が凄まじいんだぜ。さらっとめちゃくちゃすごいことしてるわね。さらにこのウルトラマンマックス、タイプチェンジはしないんだが、アイテムを装着することでより強力な技を使えるようになったりと、パワーアップすることができるんだよな。こういうアイテムとかって子供の頃めちゃくちゃ憧れるわよね。ウルトラマンゼノンから渡された強化アイテムマックスララクシーを使用することで、ギャラクシーカノンというマキシウムカノンが強化された技を放つことができるんだが、この技の威力が凄まじいんだぜ。ゼットンをバリアごと突き破って粉砕したり、惑星一つを吹き飛ばす爆発に耐えたルガノーガーをも葬り去ったんだぜ。まさに、チート技。ゼットンがやられてるってだけで強さがわかるわね。特に最終回がめちゃやばいんだよな。最終回では身長900メートルにもなって、最終的には地球より巨大な光の剣ギャラクシーソードを作り出して、超巨大メカギガバーサークを一刀両断したんだぜ。地球より大きい剣？スケール大きすぎてもはや理解が追いつかないわよ。続いて紹介するチートラマンはウルトラマンメビウスインフィニティ。2006年公開の映画ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟にて登場したぜ。メビウスインフィニティって名前がもうかっこいい&強そうよね。
このメビウスインフィニティはメビウスにウルトラ6兄弟が融合した姿なんだぜ。ってことはつまり実質メビウスにスーパー太郎が融合したも同然じゃ？さっきチートラマンって紹介した太郎含む6兄弟が融合したってことはもうめちゃくちゃ強いの確定してるわね。だな。見た目はメビウスをベースに6兄弟各々のニュアンスを感じさせる模様が入ってるな。胸や顔の黒いラインがまたかっこいいわね。このメビウスインフィニティ、最高速度なんとマッハ40で飛行可能なんだぜ。これによって劇中の敵、ユーキラーザウルスネオのミサイルを次々とかわしてみせたぜ。飛行速度マッハ40。もう物理的に意味わからない域に達してるわね。実際地球上でそんだけのスピードで飛んだとしたらウルトラマンの表面温度とんでもないことになるよな。っていうかソニックブームで私たちやられちゃうんじゃない？こういう設定は真面目に考えちゃダメなんだぜ。わあすごいと飲み込むんだ。ウルトラマン考察あるあるね。話を戻すぜ。そして劇中では7人の力を合わせた体当たり技コスモミラクルアタックで、ユーキラーザウルスネオの体を突き破り、人質も瞬時に救出するという活躍を見せたぜ。圧倒的な強さを見せつけたわね。ちなみに映画ウルトラマンサーガの初期プロットではサーガやウルトラマンレジェンドと共に、クライマックスに登場する予定だったらしいぜ。何その最強の集い。見てみたかった。最後に紹介するのはウルトラマンゼロ。2009年公開の映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーで初登場したぜ。ウルトラマンゼロはウルトラセブンの実施でレオの弟子にあたるウルトラ戦士なんだぜ。光の国の若き最強戦士と歌われてるぜ。肩書きがめちゃかっこいいわね。セブンの息子だから当然だけど顔はセブンに似てるわね。登場時のゼロは5900歳で地球人に換算すると高校1年生くらいだな。そんなに若いのにチートラマンと呼べるくらい強いのね。ああ、数十体の怪獣相手に一人で無双したり、師匠のレオに仕込まれた宇宙拳法で、ウルトラマンベリアルを圧倒するほどの格闘技術を持ってるんだぜ。何せ若いからどんどん成長して強くなっていくのね。そうだな。驚異的な成長を見せ、宇宙最強の肉体の持ち主と評されたりしているぜ。そしてノアからウルティメイトイージスを授けられチート化が進むぜ。さらにコスモスとダイナと心を通わせサーガに変身もしたしな。サーガはチートラマンとしてこの前紹介したものね。なんていうかゼロは、強敵と出会うたびに新しい強さを手に入れていくんだよな。ドラゴンボールのキャラクターみたいね。オラワクワクスッツからのパワーアップね。ウルティメイトイージスを身につけたウルティメイトゼロはノアと同様に時空を超越することができるんだぜ。このウルティメイトゼロは、ウルトラマンノアを倒した可能性をも示唆されるほどの実力を持つエタルガーと、唯一互角に戦えたウルトラマンなんだぜ。つまりの愛情のポテンシャルを持ってるとも言えるわね。なるほどめちゃくちゃ強いじゃない。ゼロダークネスとの戦いではさらに成長を見せ、ウルティメイトブレスレットと一体化することで、シャイニングウルトラマンゼロに覚醒。なんと奥義として時間を巻き戻す能力を持ってるんだぜ。出た時間巻き戻すとかいうチート技。さらにウルトラマンジードでは負荷でを弱体化するもさらに強力なゼロビヨンドという強化形態も登場したぜ。とまあ、なんせ出てくるたびどんどん強い形態を引っ提げてくるポテンシャルやばいウルトラマンなんだぜ。とにかくどんどん強くなるチートラマンってことが分かったわ。個人的にゼロは先輩たちにもタメ口で絡んでく生意気なキャラクターが逆に可愛くて押せるぜ。若さゆえに血気盛んで荒っぽい感じなんだけど、優しい心も持ち合わせていたり可愛いわよね。これからの成長も見守っていきたいわね。とまあチートラマンを追加で紹介してみたけど、どうだった？とにかくみんな強くて理解が追いついていかないわよ。他にもチートラマンと呼んでいいウルトラ戦士たちがいるからもっと紹介してみたいな。それは楽しみね。強いウルトラマン見ると、オラ、ワクワクすっぞ。ぜひチャンネル登録してまた見に来てほしいわ。それでは次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。